15世紀のブラジル。当時アフリカから連れてこられた奴隷たちの間で密かに行われていた格闘技がありました。その格闘技の名はカポエイラ。今回はカポエイラがどのように誕生したのか、そのルーツをたどってみたいと思います。15世紀、ポルトガル人のカブラルがブラジルを発見します。この発見によりブラジルはポルトガルの植民地として根付くようになります。ブラジルには先住民であるインディオがいましたが、ポルトガル人の到来とともにキリスト教化が進められ、新しい文化と宗教がブラジルに持ち込まれるようになります。ポルトガル人にとってブラジルには大きな魅力がありました。それはパウブラジルと呼ばれる染料となる木の存在で、これを主要な輸出品として栄えるようになります。しかし過度な伐採を繰り返したことから資源が枯渇してくるようになると、その後に新たな産業の土台としてサトウキビを作るようになります。ブラジルの各地にサトウキビ農園が広がるようになると、その発展に伴い奴隷の需要が高まりました。はじめは先住民のインディオを奴隷として酷使していましたが、その数が足りなくなってくると、アフリカ各地から黒人を奴隷としてブラジルへ連れてくるようになります。ポルトガルによる奴隷貿易の始まりです。黒人の奴隷たちは過酷な労働環境に置かれ、そのため平均余命が非常に短かったと言われています。あまりの過酷さに多くの奴隷が脱走を試みたことも知られています。しかしこうした苦難の中でも彼らは歌ったり踊ったりすることで奴隷制度からの解放を夢見ていました。この時に奴隷たちはアフリカからもたらされた伝統的な踊りと戦闘技術を結びつけることでカポエーラを生み出したとされています。ただこのカポエイラの発祥の起源については未だはっきりとした確証がないため、いくつかの説で争いがあるのも事実です。ここは個人的な見解になりますが、後にカポエイラの一流派であるアンゴラを創出したパスティーニャがこう発言しています。私たちにカポエイラを教えてくれたのはアンゴラから連れてこられた黒人奴隷だった。このような発言をしていることから、アフリカ大陸のアンゴラという地域で行われていた土着の武術がカポエーラの源流ではないかと考えています。他にもアフリカ大陸に近いマダガスカル島にもモラングというカポエーラに似た武術が18世紀に確認されているのも興味深い話です。ちなみにカポエイラの発祥の歴史に関して広く誤解のある説もあるようです。それは奴隷が常に手稼をされていたために手技が発達せず、今のような足技中心のカポエーラが誕生したとする説です。この説に関しては労働者に手稼をさせたまま作業をさせるとは考えにくく、また奴隷であってもある程度の自由は許されていたことを考えると、この説は後世に作られた創作話だと考えることができるでしょう。ここまでカポエーラの起源について話しましたが、カポエーラとは一体どのような格闘技なのでしょうか。その戦闘理論に少し触れてみましょう。カポエイラにはジンガと呼ばれる左右に揺れ動く特有の基本ステップがあります。これは頭や体が常に左右に揺れ動いていることで相手に的を絞らせないという戦略から生まれたものです。カポエイラではアクロバティックな動きもありますが、この動きは武器を回避するためにも役立ちます。回転したり低くかがむことで頭と胴体を相手の武器から守りながらリーチの長い足技で攻撃するという攻防一体の戦い方が一つの特徴となっています。1888年、ブラジルは世界で最後に奴隷制を廃止します。これにより奴隷たちは自由を得ることができるようになりましたが、
この大きな変革により生計を立てる手段を見失った人々が現れました。一部の人々は犯罪に手を染め、その中にはカポエイラを悪用する者もいました。同時にカポエイラは政治家同士の争い、ギャング間の争いや隣国との紛争において実際の戦闘に利用される有用な技術としても注目されました。ただこれがカポエイラを非合法な行為と結びつけ、社会に悪い評判を広める一因ともなりました。このような理由からカポエイラは政府によって禁止されるようになり、カポエイラの練習をしただけでもひどい罰を受けるようになります。この時代に使われていたカポエイラは現代の私たちが知っているカポエイラとは少し異なり、音楽やダンスの要素はなく、より実践に特化した形態だったとされています。この後カポエイラが合法化されるまでには奴隷制度廃止から約半世紀もの月日を要することになります。1932年、軍事クーデターで政権の座についたバルガス大統領によりカポエイラが合法化されると、それまで単一のスタイルであったカポエイラに新たに流派が誕生するようになります。現在カポエイラにはいくつかの流派が存在しますが、ここでは代表的にヘジオナウとアンゴラを取り上げます。まずはビンバの創出したヘジオナウの特徴を見てみましょう。この流派の特徴としては、伝統的なカポエイラにブラジルで行われていた格闘技であるバトゥーキの要素を加えて、アクロバティックで新しいスタイルのカポエイラを創出したことです。ビンバがこのような要素を加えた理由として、それまでのカポエイラは動きもゆっくりで技数も少ないという考えがあったからのようです。このビンバの新しいカポエイラの創出に対してあまりいい顔をしない人々も少なからずいました。これらの人々は伝統的なカポエイラを守るとしてアンゴラというスタイルを広めていきます。ここで中心的な役割を果たしたのがパスティーニャです。パスティーニャが広めたアンゴラという流派はより源流のカポエイラに近いとされ、ビンバが創出したヘジオナウに比べて飛び跳ねるような派手な動作はあまり行わず、動物の動きを真似たアフリカ土着の格闘技に近い動きが多い流派と言えるでしょう。カポエイラは現在世界中のさまざまな国で親しまれるようになり、格闘技としてのカポエイラだけでなく、純粋なダンスやエクササイズとしてのカポエイラも登場するなど、時代に合わせて進化を続けています。悲劇の歴史から生まれたこの格闘技は今日でも多くの人々に愛されており、これからもブラジルの魅力的な文化の一端を担っていくことになるでしょう。